鬼面組は笑いをこらえるのも大変だったんですよ。そうですよね。そうなん、自分のセリフ忘れちゃうくらいです。だから高橋美紀が言っちゃいなさいよゆいちゃんに言っちゃえばっていう回答をしながらアニーザアニソン居酒屋へようこそ。乾杯。はい、ということで本日は声優の高橋美紀さんにお越しいただきました。やばくないですか、ちょっと。嬉しい。いや、レジェンドシリーズ。レジェンドシリーズにちょっと。ドキドキしちゃってますが、皆さんこんばんは。こんばんは、こんにちは、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。いや、でも本当にお忙しい中もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすっごい楽しみにしてました今日。私もです。昨日俺寝れなかった。本当に。俺そんなことないんだけど普段。全然寝つけなくて。やっぱりね、気持ちがね舞い上がっちゃってたんじゃないのね。そう。楽しみで楽しみで。ね、なんかでもずっと番組見せていただいているので。本当ですか。はい。ありがとうございますね、こんな男臭いところに来ていただいても。ありがとうございます。歌もとっても素敵で、トークもとても楽しくて、大ファンです。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみです。ありがとうございます。もう本当高橋美紀さんといえばやはり鬼面組でございます。鬼面組でございます。川由衣の声をやっていただいて。川由衣をやらせていただいています。だって小学生ぐらいですよね。小学生かな。そうですか。思春期の頃にやっぱり見させていただいたアニメですよ。ありがとうございます。急に年いや年齢言いそうになっちゃう。大丈夫です。ピー入れますね。言っても大丈夫。ありがとうございます。もう熊子店長がこれ可愛いの作ってくれて、これ実は手作りなんです。ありがとうございます。多分昨日徹夜で作られたんじゃないかな。ありがとうございます。夜鍋をしていて、ゆいちゃんの気持ちになれました。より。いや、なので、今日はですね、鬼面組がメインで、我々もこうやって気合い入れて、そうです。来ました。鬼面組と一緒にいる感じがしますか。ありがとうございます。誰がどのキャラクターか読めそうですけどね。でもなんか新キャラクターみたい。なるほど。新しいね。アニーザ組。アニーザ組で。クラスも違うんだね。アニーザ組。出てくるんです。急にこうアニいろいろあるーザ組。組の中でアニーザ組で。ハイスクール。アニーザ組。急に出てきて歌うって。あ、いいですね。できそう。ありそうですね。いてもいいですよね。なかったですね、確か。惜しかったな。まあそれはリメイクで出させてもらいましょう。これ後になんか後に。もう実写版でやりましょうか。あ、実写版。実写版いいですね。私も出させていただいて。ぜひぜひ。何年ダブってんだって話ですよね。高校。もう無理じゃん、卒業も。いや、もう鬼面組はもちろんもう知らないね、我々の世代で知らない人はいないぐらいやっぱ有名なんですよ。もう知られてたので、それがね、やっぱ日本だけじゃなくて海外でもすごい大人気。嬉しいです。ありがとうございます。実際ミキさん、海外の情報って入ってきます？全く。はい、鬼面組だけじゃなく、私は本当にそういうの疎いのもあるんですけど、はい。いや、全然知らない。ただ人気がある日本のアニメが人気があるっていうのはいろんなとこから聞くんですが。例えばね、そうですよね。ドラゴンボールとか、やっぱそういうのは人気あるってなんとなくわかりますもんね。はい、そうですね。すごいんです。こういうもう日本人よりも日本のアニメ詳しいんじゃないかっていうぐらいの方がものすごい多くて。そうですか。で、実はアニーザはそういう海外のアニメ好きの方と交流をするっていうのを一つ大事にしてるんですね。で、今回は海外のフランスの方から鬼面組ファンを見つけてきました。はい。ヨタさんのまず自己紹介からお願いします。
Bonjour Miki-san, je m'appelle Yota, je suis podcasteur français et comme pour beaucoup de personnes de ma génération, j'ai grandi avec l'animation japonaise des années 80, des années 90 et dans mon podcast Animer nos mélodies, je raconte ces souvenirs, ces musiques et ces voix qui ont accompagné mon enfance et notre enfance. En France, votre personnage de Yui dans le collège Fufufu, High School Kiemengumi, a été doublé par la talentueuse Amélie Morin, très connue ici pour aussi ses génériques, mais aussi pour ses doublages, bien entendu. Et c'est en entendant votre voix originale, un jour, un peu par hasard sur YouTube, parmi tant d'autres de vos rôles, que j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'est une émotion, c'est une fraîcheur, cette manière de faire vivre vos personnages. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, je suis vraiment touché de pouvoir vous adresser ce message. C'est un petit moment de nostalgie, mais aussi un grand merci pour le bonheur que vous avez apporté à tant d'entre nous et peut-être beaucoup plus au public japonais. Merci sincèrement de prendre le temps d'écouter ces mots. ありがとうございます。わあ、もう胸がいっぱいです。いやー、でも鬼面組を見てて、で本物のミキさんの声を聞いた時の衝撃がすごかったって、いいこと言いますよね。本当ですね。まだ研究生だったのであの時私は、そうなんですか。はい、無我夢中でこう出していたという感覚があるんですね。ただ鬼面組があまりに楽しかったので、もうそれも忘れて、反応してた覚えがあるので、多分そういうところがこうなんか作ろうとか、こうしようがなかったところがまた良さがあったのかなって今はナチュラルに楽しいが出て楽しいって思ってやって。余計可愛いんですね。そうすると可愛いちゃんがだからこそ。いや多分その声のやっぱ楽しさがね声に出てますもんだって。そうですね、楽しかったので。フランスではハイスクール鬼面組はル・コレージュ・フーフーフー。面白い。ルフーって何だろう。ル・コレージュ・フーフーフーっていう意味です。というタイトルで放送するんですよね。多分コレージュが学校だよね。あカレッジ。あ、なるほど。騒いでるみたいな感じ。賑やかな感じ。イメージなのかな。でちなみにそのヨタさんが、ハイスクール鬼面組を知ったきっかけ、最初の印象は何ですかというところで、ちょっと映像を流してみますね。お願いします。La série a été diffusée en novembre 1989 sur la chaîne de télévision TF1 dans le cadre de l'émission jeunesse Club Dorothée. Face à son succès, elle a souvent été multi-rediffusée, parfois même vraiment plusieurs fois, soit en épisode complet, soit en 2 parties, puisqu'un épisode contenait généralement 2 histoires. 1989年って鬼面組のちょっと後なのかな。85年からでちょっと4年2年間タイムラグがあるね。若干ね。でも時代ですから。そうですね。でもその頃にフランスの方も見ていてくださったっていうのって衝撃です今私。本当ですか。いや嬉しいなそれは。予想もしてなかった。当時は分かんない。分からないです。ちょっとアニーザいいことやってるんじゃない？本当素晴らしい。よかった喜んでもらえた。はい。でもうちょっと深掘りしました。鬼面組の好きなところは何ですかっていうところでこんな答えが返ってきました。これですね。はい。J'ai adoré la série dès le début pour son humour unique et complètement déjanté. L'adaptation française n'était pas parfaite, mais beaucoup de blagues étaient difficiles à traduire. Mais l'énergie des personnages et les gags délirants en ont fait un grand succès en France. Contrairement à Dr Slump ou Ruse Yatsura qui n'ont pas vraiment trouvé leur public chez les enfants ici en France, High School Kiemengumi parlait davantage aux adolescents grâce à son cadre scolaire et à son casting hilarant et délirant. Les doubleurs français l'ont rendu encore plus drôle avec leurs performances complètement débridées et décalées. 声優さん頑張ったんですよ。向こうもね負けないように日本の声優さんに。日本の声優さんやっぱアドリブではないですけど、ものすごいじゃないですか。千葉茂さん。熱いね。熱いね。声の出し方とか向こうの声優も負けじとやってくれた。負けないっていう気持ちと、あと本当になんか楽しくなっちゃったのかもしれませんね。千葉さんとかの声がこうね。
より楽しくやってくださったのかもしれないですよね。じゃあやっぱり本当ミキさんも声優ゆいちゃんやりながらも本当に学園にいるというか学生の気持ちになるわけですよね。そうです。そうなんです。もうマイクまでに、歩いていくまでに役が入るのが見えるんですね。マイクの前に立った時にはもうその役になられていて、もうその背中からはその役しかこう感じられないエネルギーがあるんです。それを受けてるとこう座ってる私ももう受けながらゆいちゃんの気持ちを抱きしめてマイクに立つので、もうその先輩たちのエネルギーがもうエネルギーの源でした。なんかちょっと鳥肌立っちゃった。やっぱりみんなで作るものなんですね。次はですね、鬼面組で一番好きなキャラクターはっていうちょっと質問しました。Ah, Raichido, mais Goretsu aussi, il est hilarant. Il est vraiment très poilu et l'épisode de la piscine où il ne coule pas m'a fait vraiment, mais vraiment pleurer de rire, surtout quand il se déplace comme une araignée d'eau. まあ一度レイ主人公が好きです。で、レイエツゴーも最高に面白いです。はい。彼はとても毛深くて、プールのエピソードで沈まずに浮いているシーンは涙が出るほど笑いました。特に水雲みたいに動くところ。覚えてます？覚えてます。手毛があってね。だからもう鬼面組は笑いをこらえるのも大変だったんですよ。そうですよね。そうなん、自分のセリフ忘れちゃうくらいです。緊張してるはずなのにもう笑っちゃって。はい、もうすごいよく覚えてます。声優の人たちも乗ってくると、こっちを笑わせにかかってくるんですか？笑わせるっていう感覚はあまりないんですよ。もう本当になりきって。そうなんです。こっちに向けて何か笑わせようみたいな空気ってその後いっぱい私も経験したんですね、スタジオで。でも鬼面組はそうじゃなくて、その中でもう本当になりきることでその中で遊んでるっていうことがあったので、なんか今見てもそれはちょっと違った感じで映ります、私にも。だからね、なんかね、今ね笑いすぎて泣いてしまうというところで思い出したんですけど、なんか笑ってるのか泣いてるのか分からなくなってくるんです。私も先輩の演技とか見てると、でなんか泣けてくるんですよね。おかしくて泣けてくるっていう感覚は鬼面組のねスタジオで感じました。はい、なんだこれはと思って。でゆいちゃんはレイさんのことが好きじゃないですか。でこの間もちょっとお話しされていて、そうですね。もう千葉さんが演じるレイさんがもう大好きすぎて、収録終わって千葉さんに話しかけられないんですよ。ドキドキしちゃって、でお疲れ様って言われても、あ、お疲れ様です。ゆいちゃんかわいい。また来週みたいな、また来週みたいな、本当になっちゃって、はい、そのぐらいもう恋をしちゃってましたね。はい。気持ちの入り込み方っていう部分で、鬼面組もそうですけども、他のたくさんのお仕事をされた中でも、やっぱ気持ち入れないといけないんですけど、やっぱ鬼面組は特別。入れなくても入っちゃう。入れなくても自然に入っちゃうっていう感じで。千葉さんが演じるレイさんの威力は皆さんにちょっと感じていただきたいです。凄まじいです。凄まじいです。直でね、聞いたらすごいんでしょうね。で壁にね、一番近いところに千葉さんマイクがあるんですね。それで千葉さんがいつ倒れても演技で倒れても大丈夫なようにって、もうそのギャグでも何でもなく壁の近くなんです。そこはもう千葉さんマイク。もうじゃあそのぐらいもう本気でもう大丈夫ですかって言いたくなる演技を見せるんですよ。特に二頭身に二頭身から二頭身になってっていう時とか、もうクラクラなさってるのが分かるので、大丈夫ですかって本当に声をかけたくなるぐらい魂が入ってたということですもんね。でそこに引っ張られ皆さんもぐわーってなるので、もうこの濃いスタジオはなんだ何なんだっていう研究生の私は何ですかこれはっていう感じでした。酸欠になりそうですね。酸欠になってましたね、もう本当に皆さん。雰囲気はもうね。はい、そこにもう一応高校があって、不思議なんですけど。
ずっと見えてるんじゃないんですよね。急にギュッてなんか引っ張り込まれて、廊下の匂いがしたりとかするんです。でなんか廊下にいる、私本当に今ここ一応高校じゃないって見回したりすることも錯覚するぐらいの。そうです。その声を入れるスタジオの実際の感じってどういう感じなんですか？広かったんですね、そのスタジオは。それで今と違ってスクリーンなんです。映画館のようなアニメが流れる、映像が流れる。はい。で全部電気が消えててこういうスポットライトみたいなのをいただいてやるので、もう入り込み方がその映画を見ているような感覚の中で、でマイクが立ってる。そうですね、何本ぐらい立ってたかな。でも5、6本立ってたと思うんですよね。5本ぐらいだったかな。はい。でそのキャラが喋る時に合わせて出たり入ったり。そうですね。その自分の出番の少し前に入ったり、あとマイクがもっと大勢いるので、マイクのこの先輩の後に入るとか、この順番というか、次の並んでいるセリフの場合は間を空けて違うマイクに入るとかっていうことをやってるんですね。だからそういうこともちゃんと考えなきゃいけないのにもかかわらず笑っちゃうんですよ。笑っちゃうで見ちゃってもう視聴者になっちゃってと思った自分の出番だっていう感じがありました。なるほど。いやすごい。なんとなく想像できるね、見ちゃうっていうのは。そうですよね。それも大きな画面で。ちなみにその映写機みたいなのを使ってるので、やっぱ周りを暗くしたんですか？そうです。なるほど。でも逆に暗くなるから集中できる。そうなんですよ。とってもやりやすかったのを覚えてます。収録スタジオはもうずっとそこって決まってるんですか？そうでした。はい、ずっと2年近くですね。じゃあもう毎週なりなんなり通うのがですよね。はい、それで最後に次の回の台本をいただくので、どうなるの？もしかしたらなんかゆいちゃんちょっとねレイさんのこと好きとか言っちゃうとか、そういうシーンあるかなっていうのをこう見る、タイミングドキドキしながら見るっていう、もう毎週そうでしたね。すごい素敵なお話だな。でも鬼面組はやっぱりゆいちゃんから気持ちを伝えたりとかいうのが一切なかったので、ないまま終わった形だったので、でもいっぱいそこであるので間にそれがね歯がゆくて、ちょいちょいありますね。なんです。言っていう会がだから高橋美紀が言っちゃいなさいよみたいな感じでゆいちゃんに言っちゃえばっていう葛藤をしながらやってました。すごい。アドリブとかってどうなんですか？アドリブはゆいちゃんはほとんどやったことなかったです。はい、先輩たちはたくさん入れてらっしゃいましたね。はい、それもなんかもう的確なアドリブを皆さん入れてくださるので、まずリハーサルは普通にやって本番にそこをぶっ込んでくるかみたいな感じなんですか？そうですね。でもラストテスト本番で大体頃はあったんですね。今はちょっとわからないんですけど、でそのラストテストの時には大体の形は見せてくださって、はい、だから急にみたいのはあんまりなかったと思います。でも戸惑ったりはしなかったですか？その一同冷凍のやり取りとかで。なかったですか？はい。それぐらい自然な感じですね。そうですね。それで私が投げたボールをちゃんとレイさんがその温度で、皆さんそうなんですけど温度で受け取ってくださって、だから毎回こう演技の温度が少しずつ違うっていう感じがありました。そこを感じ取って、はい、読解は一緒で、温度がちょっとずつ違うところをね。はい。ちなみにちょっと話それちゃうんですけど、ガンモでもご一緒されてるじゃないですか。そう。あれ前後どっちなの？ガンモが先です。ガンモが先なんですね。はい、デジャブっていう私が飼ってるカラスなんですけど。ですよね。カラスの声をされてて。千葉さんが。はい。そこでもそこからもう。そうですね。その時にはもうデジャブ。可愛いわねみたいな、可愛いけどなんかちゃんとねしてるのよみたいな、そういうこうなんかなんて言うんでしょう、こうペットみたいな感じだったんですよね。全く違います。恋心。全然そこにはデジャブはもう出てこなかったです。出てこない、もういなくなっちゃった。全然感じないデジャブをやってるのも忘れちゃうぐらいにもうレイさんでした。はい。すごいな。すごいですね。はい、で、鬼面組が今も愛され続けている理由は
どこにあると思いますか？フランスでも本当に根強い人気ありますし、日本でもね愛され続けていますよねっていうところなんですけども、私が思うにはやっぱり今のお話とねちょっとつながっちゃうと思うんですけどね、はみ出すっていうことがもう、みんなの中でテーマとしてあったと思うんですよ、だからここまでもうそれもすごいんですけど、ここまでのエネルギーをはみ出すんですね、皆さんなので私たちもはみ出そうとか私もはみ出そうっていう気持ちがあったので、そのはみ出しが違うんじゃないかなって思っていて、そうかもしれない。さっきヨタさんもフランスの声優の方がやっぱりねすごくね熱くねやられたっていう、やっぱちょっと大げさぐらいな感じで、そういったちょっとねやんちゃな感じとか、そうですね。だからもうちょっと皆さん喉も大丈夫なのかなって思って皆さんお忙しい方ばっかりだったので1日に5本ぐらいお仕事なさっていたと思うんですよ。声優さんって本当に売れっ子になるともっと次々スタジオに行くんですね。で全部違うキャラクターのお仕事なさるからこんな風に精一杯なんかこうやられて大丈夫なのかなって次の仕事に影響するんじゃないか、心配する形なんですけど、それでもね出し惜しみしてる方はどなたもいなくて全力ってことですよね。そうなんです。千葉さんは多分常にどこ行っても全力でしょうね。本当血管切れちゃうんじゃないかっていうね。今もX でつながらせていただいててね、X で書き込んでいらっしゃるのを見ると吠えてきた吠えてきたって今日も吠えてきたって言うともう拍手しちゃいます私。すげえ素晴らしいですね。はい。アニーザの皆さん、番組に呼んでくださり本当にありがとうございます。日本の YouTube に出演するなんて今も少し信じられません。そして毎回素敵な動画を届けてくださるこのチャンネルに改めて心から感謝します。それではまたバイバイということでヨタさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、気持ち伝わってるよ。伝わりました。ありがとうございます。後ろ
れ組ラララミ後ろ指頬に刺されるあいつはダメねずっとレーベル離れたってラミ後ろ指頬に刺される世界で私だけはあの人を好きでいたい後ろ指刺される辛く1年間やったんですけど、それを好きって言ってもらえるっていうのがもう嬉しい。でもね、私らしい作品が今回できたなって思っているので、ぜひぜひ見ていただきたい。はい。